これいける？いける。これはやばい。これやばいんじゃないか。難なく乗り越えていく。こんにちは、シャチパンです。さて今回は先日ドイツであった世界最大級の家電店 IFA で初公開となったエコバックスの最新最上位モデル D-BOT X11 オムニサイクロンをお貸しいただいたのでレビューしていきます。ロボット掃除機はほんといろんなメーカーから出ていますが、エコバックスのロボット掃除機は他社にはない構造をしていたり、最新テクノロジーを搭載していたりするんで、個人的には今回のモデルも非常に楽しみなところです。本モデルは私たちに一体どんな進化と驚きを見せてくれるんでしょうか。ロボット掃除機がそこまで興味のない方でも最新のトレンドも抑えて解説していますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それではやっていきましょう。今回は外観、特徴、掃除性能、メンテ、消耗品、価格、気になったところ、総評という流れでご紹介していきます。まずは外観。ロボット掃除機はオーソドックスな丸型。この手の掃除機によくある天面のレーザーセンサーがない代わりに、本体高さは実測で10センチを切っており優秀です。高さは家具下などの狭い空間に入り込む性能に直結しますので、掃除したい家具下があればあらかじめ測定しておくのがいいです。マッピングや障害物回避の肝となるセンサーは多彩で、まず正面にカメラとストラクチャードライトカメラ。ストラクチャードライトカメラとは、物体にストライプ状のパターンを投影し、その歪みを別の角度からのカメラで撮影。これにより物体の形状や奥行きを計算する技術です。工場の製造ラインで部品の形状チェックなど自動検査する装置に用いられています。それからカメラのすぐ下にカメラ越しにチカチカ紫の光が見えますが、これが回転式ライダーです。レーザーを飛ばして物体との距離を測定しており、車の自動運転技術にも用いられています。角度は前方120度といったところ。右サイドにもシングルラインレーザーを備えます。カメラとレーザーで特に前面の物体認識精度は高水準であることが予想されますね。サイドブラシは一つで、このサイドブラシの回転によって中央の吸引口にゴミを集めます。サイドブラシの形状は今回刷新され、少し変わった形をしています。ロボット掃除機を使ってみると分かりますが、実はここにも毛が絡みやすいです。今回形状を変えたことでそれを防止しています。メインブラシも形状が V 字型。その下のくし形構造により毛の絡みを防止する工夫が見られます。毛の絡み対策はかなり重点的にやられている印象です。その下のローラーは今最も水拭きの効果が高いとされているモップシステムです。伸縮自在なので壁際まで行き届くほか、常に新鮮な水でモップ自体を洗浄しながら水拭きするので、清潔な仕上がりが期待できます。詳しくは特徴のところで触れようと思います。全体的な質感はとても良く、構造はダストボックスに至るまで安っぽくなく高級感があります。続いて特徴。エコバックスが今出せる最高テクノロジーを詰め込んだモデルですが、ここでは4つに絞ってご紹介します。まず1つ目は、メンテを極限まで減らしていること。もはや上位モデルには基本搭載されているので説明不要かもしれませんが、これがなんだかんだ言って便利です。ロボット掃除機は掃除を完了すると自動的にステーションに戻り充電。そして吸い取ったゴミをステーション側に吸い上げます。給水も自動で行い、使ったモップも75度の温水で自動洗浄。温風乾燥するので衛生的です。ゴミは本体に残らないので毎回掃除しないで済み、モップ洗浄に使った汚水は汚水タンクに溜められ、定期的に捨てるだけでいいです。モップを自分で洗って干す必要がないのは助かりますね。2つ目は可動式のローラーモップシステム。
これは前モデルからの踏襲となります。モップシステムには現在大きく分けて3つの方式があります。2つの丸型モップが回転し加圧するタイプ、単体のモップが振動加圧するタイプ。安価モデルはだいたいこれで、これが一番多いでしょうか。それから本モデル採用のローラータイプ。従来のモップは掃除しているうちに汚れてしまい、その汚れたモップで室内を掃除するので、場合によっては汚れが広がるケースがありました。ローラータイプは常に新鮮な水ですすぎながら掃除をするので、清潔を保つことができます。これを毎分200回行うというから驚きです。またモップは接触面積が小さいため、それだけより床に圧力をかけることができます。頑固な汚れにも強いでしょう。さらに言えば、このモップは可動式で、部屋のエッジのギリギリまで伸縮して床に密着し拭き上げるので、部屋の隅にも強いのが特徴です。ここまでは今までもありましたが、ここからが本モデルの進化点です。3つ目はサイクロン搭載であること。ステーションの形状を見て気になった方もおられたのではないでしょうか。この中央の筒のようなオブジェクトがサイクロン機構です。サイクロンは空気とゴミを遠心分離させる機構で、一般的なスティック型掃除機にも搭載されているわけですが、これの最大の特徴は吸引力が落ちづらいことです。紙パックの掃除機ですと、ゴミをすべて紙パックで受け止めることとなるので、ゴミが溜まってくると次第に吸引力が落ちてきます。これはステーション側でも同様なことが言え、ステーション内にゴミが溜まってくると、次第にロボット掃除機本体からステーション側へ吸い上げるゴミの吸引が弱くなっていき、最悪の場合、ロボット掃除機側へゴミが残ってしまいます。これがサイクロンの場合、ゴミはしっかり遠心分離され、ダストビンの部分に溜まっていくので、吸引力は落ちづらいというわけです。ゴミを捨てるときは、ここに溜まったゴミを捨てるだけでいいので、ダストバッグが不要となる点も嬉しいポイントです。5年間で最大25枚分のダストバッグを節約でき、およそ2万5,000円浮く計算となります。なお、このサイクロン部は多段構造なので、小さな塵などの分離性能は原理上高いです。お店でスティック型掃除機を見てもらえればわかりますが、一般的にこのサイクロン部は大きなサイクロン一段構造のものが多いです。ただ中には細い気筒がある多段構造を売りにしているメーカーがあり、こういった掃除機は遠心分離性能を売りにしていることがほとんどです。本機は2段目のサイクロン部は8気筒あり、十分の性能を備えています。4つ目は乗り越え機能。段差の乗り越え性能が上がりました。従来は2センチまでの段差対応でしたが、本機は補助クライミングクローを展開し、単段で 2.4 センチ、連続段差で4センチまで対応可能となりました。これにより同社は家庭内のほとんどの段差を確実に乗り越えるとしています。実際にシャチパン家に厚さ2センチほどの固めな絨毯がありますが、これが結構鬼門で、端が少しでもめくれているとロボット掃除機が登れなくなります。本機は何度か試しましたが、一度も詰まることなく難なく乗り越えてきました。2センチの絨毯は割とある方だと思いますので、これは個人的には見た目以上に嬉しい機能です。続いて掃除性能。前置きが長くなってしまいましたが、実際の掃除具合を見ていきましょう。重曹、猫砂、ホコリをゴミとして用意してみました。吸引力スペックは最大 19,500 パスカルを誇り、他のロボット掃除機の中でもトップクラス。スペックだけ見るとスティック型掃除機にも匹敵しますが、実際の吸引力はこの値に風量を掛け合わせたものなので、目安程度に捉えるのがいいでしょう。とはいえ、吸引力を最大とするとかなりの音がするので、吸引力は強い印象です。初回はまずマップの作成です。各部屋を見に行ったと思ったら、あっという間に終わりました。
マップはこのように編集でき、部屋に名前を付けられたり分割できたりします。掃除を開始すると、どの部屋に向かうか表示され、各部屋掃除しに行きます。まるで家政婦のようです。掃除はまず外周からで、その後規則正しい動きで内側を効率的に掃除していくアルゴリズムです。生成されたマップはアプリ上に記憶され、再度掃除するときはより効率的に掃除していきます。アプリ上のマップは 3D 表示ができるほか、任意エリアの掃除、禁止エリア設定、吸引力、水量、清掃速度、清掃回数設定、清掃予約スケジュール、それから部屋の編集でカーペットや家具が置けたり、段差設定ができるなど、思いつくものは大概できます。任意でゴミ収集させたり、モップ洗浄もできますし、音声操作にも対応しています。家具への当たりは基本的にソフト。障害物を感知するとスローダウンして優しく接触。ギリギリまで掃除します。まず問題となることはないでしょう。本体高さも抑えられていることもあり、狭い家具下にも入り込み、普段掃除しづらい部分も念入りに掃除してくれます。前機種では未搭載でしたが、ライトも新たに追加され、暗闇の中でも前方のカメラを最大限活かすことができるようになりました。水拭きもとてもよく、このように壁などのエッジに沿って器用に出し入れし、隅までしっかり掃除します。これは効果が高そうです。清掃能力も申し分なく、醤油を垂らした床面もこのようにきれいに拭き上げ、さらにその場でローラーを洗浄です。画期的と言えるレベルですが、吸引口に一部吸い上げられてしまうので、大量にこぼした場合は自分で拭き取った方がいいでしょう。モップはカーペットを検知して持ち上がるリフトアップ機能も搭載。これでカーペットは濡れないで済むほか、カーペットでは吸引力を上げて掃除してくれ、さらにローラーの回転も停止します。水拭きのモデルは他社でも出ていますが、このリフトアップ機能がないとカーペットと床の掃除を基本的に両立できません。この機能は掃除をすべてロボット掃除機に任せたいという場合、個人的には必須です。掃除の効率的には同じところを何度も掃除するといったことはなく良好で、掃除の仕上がり具合も部屋の隅の掃除も特徴として謳っているだけあり、好印象でした。気になる障害物回避性能はというと、かなり優秀で、巻き込みやすいコードでも隅まで掃除し回避しています。少し前のモデルではコード類はうまく避けられず、案件であっても苦言を呈してきたシャチパンですが、最近のモデルではかなりの改良が見て取れますね。よくよく見ると、障害物が近くにあるとサイドブラシの回転数を落とし周囲を掃除。巻き込みやすいコードに至っては回転をやめています。これはこのオブジェクトがコードであると認識しないとできない動作です。より回避が難しい背の低い小物でもこのように回避し、周囲を念入りに掃除。高さ5センチのこのオブジェクトに対してはレーザーが苦手な鏡面反射するものだったので、やや接触が見られたものの、その他の小物は完璧に避けています。実際の掃除シーンでも、そこらにあるモデルではまず突っ込んでいってしまう無造作に置かれたコードや布類のシーンにおいてもしっかり避けます。過去いろいろなロボット掃除機を見てきましたが、ここまで避けるのはシャチパンチャンネル上でも初めてかもしれません。間違いなくトップレベルでしょう。どうでもいい話ですが、サイドブラシの回転はあれの周りを掃除するときも絶対やめておいた方がいいでしょう。掃除が終わると自動ゴミ収集ステーションに戻り、家中の集めたゴミをステーション側へ移動させます。吸い取ったゴミの量にもよるかと思いますが、今回であれば15秒ほど。音はそこまで大きくないと感じました。本体側のゴミは質量のある猫砂までしっかり吸い取られています。これまでのエコバックスのロボット掃除機は吸い上げが弱く猫砂が残ってしまいましたが、
今期では改善してきています。次にメンテといっても、本期は火事からの解放を謳っているモデルだけあって、毎回やるようなことはありません。掃除を開始したら、あとは勝手に家中を掃除、水拭きをしてくれ、家中のゴミをダストバッグに移動、そしてモップを最大75度の温水で洗浄、最大63度で乾燥してくれます。乾燥までしてくれるので、モップも常に清潔に保つことができるでしょう。吸引したゴミもステーションのダストビンにご覧のように移動しています。表面側は少しグレーがかっており、ゴミは近寄って意識しないと見えない配慮がされています。捨て方も簡単で、ここを押すだけで瓶の底が開く仕組みです。このサイクロン機構は分解することができますが、水洗いは不可。その先にあるスポンジフィルターは分離性能が高いので、そう汚れることはないかと思います。本体側のダストボックスにもフィルターはあり、まずはプレフィルターで大きなゴミをキャッチ。その奥のフィルターは汚れていたら水洗いといったところです。水拭き用の給水タンクは1回で約3分の1程度の水を使用しました。部屋の広さにもよりますが、3回程度は給水不要となりそうでしょうか。もう1個のタンクはモップを洗った水がたまる汚水タンク。かなりの量汚水をためられそうですが、ここの水を毎回捨てるかはユーザー次第となりそうです。これ以外にはモップ洗浄トレイがあり、150日お手入れ不要となっています。水を扱う部分なので、取り外して洗えるのは嬉しいです。ロボット掃除機本体もですが、ステーション側も作りはしっかりしており、安っぽくない印象です。毛絡みも見当たりません。続いて消耗品。海外のメーカーですが、日本に支社もあり、消耗品も簡単に購入することができます。現在は発売前ということで、サイト上で確認はできませんが、サイドブラシやローラーブラシ、フィルターも購入可能です。あまり知名度のないメーカーのロボット掃除機の場合、気づいたら廃盤となっており、アクセサリーが購入できないというケースもよくあります。長く使いたい場合は、そのあたりにも気を配った方がいいでしょう。その点、エコバックスは20年近くロボット掃除機の開発を手掛けており、世界シェアも2位。安心ができるでしょう。続いて価格。専用ステーション込みで22万9800円となります。先行予約販売は9月5日から、正式販売は9月26日です。年々進化のスピードの速さには驚かされてばかりのロボット掃除機業界ですが、最上位モデルの価格も上昇傾向な印象です。掃除機にこれだけのお金を出せるご家庭はそう多くはないと思いますが、共働き世帯や育児・介護をされているご家庭は自分の時間の捻出も難しいのが現状です。人の時間は限られています。その限られた時間の中で生活の質を上げようとお考えであれば、機械に任せられるところは任せた方が効率的でしょう。ただそうは言ってもなかなか手が出しづらい価格帯かなとも思いますので、もしここまでフルスペックじゃなくてもいいという方は、モデルラインナップも充実していますので、そこから選ぶのもいいでしょう。専用ステーションが出てきてまだ数年しか経っていませんが、今やほぼ全てのモデルで自動ゴミ収集ステーションが標準装備となりました。水拭きもマッピングもついてきて、価格は現在 4.5 万円からありますので、ご自身のかけられる予算に応じて選ぶことができそうです。一昔前なら考えられなかった価格です。次に気になったところです。2点ほどご紹介します。1点目はホコリ付着です。カメラ越しですと実際に見るより少し誇張されているように感じますが、静電気からなのか本体にホコリが付着します。デザインもかっこいいのですが、黒基調なこともあってか気になることがあります。2点目はサイクロン部のメンテです。マッピング、障害物回避、水拭き、段差性能、吸引力低下防止と非常に高水準な本機ですが、メンテに関しては
従来のダストバッグ方式に及ばないと感じました。ダストバッグはいっぱいになったら捨てればいいだけですが、サイクロン式は長い毛などが上部にたまるとサイクロン部を取り外さないといけません。毛の長いペットなどを飼っている方は注意が必要かもしれません。その分ダストバッグ代は浮き経済的ですが、そもそもこの価格を出せる方ですとダストバッグ代はそう気にしないかもとも思います。ただ間違いなく環境面には優しいので、そこをどう捉えるかでしょうか。最後に総評です。本機は今流行りの専用ステーション付きのモデルで、ゴミ収集、給水、モップ洗浄、乾燥と全部入り、障害物回避、水拭き、段差性能に加えサイクロンを搭載したことにより経済面にも環境面にも配慮。最上位モデルらしく細部に至るまで最高のテクノロジーを詰め込んだモデルです。実際使ってみても満足度は高く、例えば外出時に掃除をスタートさせ帰宅すると掃除が完了しているのはとてもお手軽で楽ですし、何より床がピカピカなのは気持ちがいいものです。初めて使う方にとっては清掃の概念が変わるかもしれません。本モデルは最上位モデルなので価格は高めとなりますが、忙しくて掃除に時間があまり取れない共働きのご家庭や自分の時間を捻出したい方、育児・介護をしている方など幅広くお勧めできるかなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。了解。家全体の吸引と水拭き同時清掃を開始します。はい。ダンスしてダンス？まだはい。もっともっと？